はい、アイデンペールのワールドカンファレンス2019とその翌週に行われたワークショップに参加してきましたオープンソース ERP ソリューションズの萩原です。アイデンペーレのコミュニティ活動を日本の皆様に紹介するのも私の役割かなと思っていまして、これからアイデンペーレのワールドカンファレンスとワークショップの動画をいくつかアップしていく予定でいます。それらの動画でワールドカンファレンスとワークショップの様子を紹介しながら、アイデンペーレのコミュニティ活動やコミュニティメンバーの紹介などいろいろとお伝えしていけたらと思っています。アイデンペーレのワールドカンファレンス2019はフランスのリヨンで開催されました。会場となったのはラディソンブルホテルリヨンです。リヨンで1、2を争う背の高い円柱状のビルの32階以上の高層階に入っているホテルで、とても見晴らしが良く、32階から最上階までが吹き抜けになっており、客室が円柱状の壁側に張り付いているような特徴的な構造のホテルです。アイデンペーレのカンファレンスの初日には、別室で Linux のカンファレンスも開催されていました。アイデンペーレのワールドカンファレンスは3回目で、今回は2019年10月31日木曜日から翌11月1日金曜日の2日間にかけて行われました。カンファレンスの初日は8時からの受付で、受付では名札が配られました。その名札の中には、リヨン市内の電車が2日間乗り放題になる切符も入っており、週末にリヨンを観光できるように配慮がされていました。会場に入ると席にはカンファレンスのレジュメと一緒にアイデンペーレグッズとアイデンペーレのステッカー、リヨンのガイドブックが置かれていました。私は入り口付近の席を確保し、4年ぶりに会うアイデンペーレコミュニティメンバーと挨拶を交わしました。コミュニティメンバーとの挨拶が一通り終えた頃には8時30分となり、いよいよアイデンペーレワールドカンファレンス2019の開催です。今回のワールドカンファレンスには20以上の国々から60名近くが参加しました。前回2015年に開催されたドイツでのワールドカンファレンスと比較すると倍近い規模になっています。前回はアジア圏からの参加は私とインド人のディーパックしかいませんでしたが、今回はバーレーンや韓国、タイからの参加もあり、アイデンペーレの広がりを感じることができました。今回のアイデンペーレワールドカンファレンスの開催にあたっては、アレン、カルロス、ディエゴ、セルゲイのコーディネーションチームが尽力してくれました。その中でも特にリヨンをこよなく愛するフランス人のアレンは、今回のワールドカンファレンスの開催にあたり、大きな役割を果たしてくれました。私はアレンとは4年前のカンファレンスで知り合いました。アレンは当時からとても親しくしてくれて、ワインのテイスティングのイベントの際に私にワインをプレゼントしてくれました。4年前はアレンはブルーウォーターパーツというプールの設備を販売している会社に所属していました。その会社はユーザーとしてコンピエールの頃からアイデンペーレに至るまでずっと使い続けているとのことでした。現在アレンはその会社はリタイアして娘さんの会社をお手伝いしているとのことです。このアレンを中心としたコーディネーションチームの尽力のもとにアイデンペーレのワールドカンファレンス2019が開催されました。コーディネーションチームに名を連ねているカルロス、ディエゴ、セルゲイについてはまた別の動画で詳しく紹介していきたいと思いますが、ここで簡単に紹介しておくと、カルロスはアイデンペーレコミュニティのリーダーです。ディエゴはカルロスの息子さんです。そしてセルゲイは4年前はアレンと一緒に働いていて、現在は独立して
リヨン郊外に住んでいるエンジニアです。アイデンペーレワールドカンファレンス2019はアレンのウェルカムスピーチから始まりました。ここでアイデンペーレのコミュニティ活動を皆様に理解していただくために、オープンソースの運営体制において、企業主体の運営体制とコミュニティ主体の運営体制のざっくりとした違いについて、私の思う一般的なところの話をさせていただきたいと思います。オープンソースはその運営体制において、特定の企業が主体となってオープンソースの開発及び運営をしている体制と、有志がボランティア的に集まってオープンソースの開発及び運営を行っているコミュニティ主体の体制とに大きく分けることができると思います。一般論として企業主体の運営体制のオープンソースは営利目的のマーケティング的な戦略としてオープンソースに取り組んでいる例が多いかなと思います。一方でコミュニティ主体の運営体制のオープンソースはコミュニティ活動からでは利益を得ることはできませんので、自由であることを誇りとして多くの人に役立つという社会貢献に喜びを感じ、有志によるボランティア的に運営されている例が多いのではないかと思います。アイデンペーレはコミュニティ主体の運営体制になるわけですが、企業主体の運営体制とコミュニティ主体の運営体制のそれぞれにメリット・デメリットが考えられます。企業主体の運営体制のオープンソースの場合は、意思決定は基本的に運営主体となっている企業によって行われますので、意思決定を早く行うことができる反面、その企業に属していない人の意見は反映されにくいという傾向にあるのではないかと私は感じています。そして、企業主体の運営体制のオープンソースの多くは、はじめはオープンな形で運営されていても、ある程度マーケティング的な成功を収めると、運営主体となっている企業の利益を追求するような形で、オープンではない部分が出てくる傾向にあるなと個人的には思っています。一方で、コミュニティ主体の運営体制は、企業という枠組みにとらわれず、意思決定が民主的に行われる一方で、意見をまとめるのに時間がかかったり、ボランティア的な活動になるので行動力が伴わなかったりする傾向があるなと感じています。しかしながら、コミュニティ活動としては金銭的な利益を求めたりはしていませんので、企業の枠組みを超えて自由な雰囲気でいろいろな人がいろいろな役割でコミュニティ活動に参加することができ、オープンソースの醍醐味を感じることができるのではないかと思っています。そして今回のようなオープンソースのカンファレンスを開催しようとした場合、企業主体の運営体制の方が圧倒的に開催しやすいだろうと思います。企業主体の運営体制のオープンソースであれば、その企業に所属する社員が仕事の一環としてカンファレンス開催の準備を行うことができますし、予算もマーケティングや販売促進の一環としてそれなりの額を運営母体となっている企業が拠出してくれるのではないかと思います。一方でコミュニティが主体となっている運営体制の場合、カンファレンス開催のための準備はボランティアですし、開催するための予算のようなものは基本的にはほとんど期待できないのが実情なのではないかと思います。企業主体の運営体制であれば、毎年カンファレンスを開催するようなことも難しくはないと思いますが、コミュニティ主体のオープンソースにおいて、ボランティアでこのような大規模なカンファレンスを開催するには、並々ならぬ熱意や労力が必要になり、決して簡単に開催できるものではありません。ですので、今回のカンファレンスも前回の開催から4年ぶりの開催となっているわけです。そのような諸事情を理解しているアイデンペイのワールドカンファレンスの参加者は、今回開催に尽力してくれたアレンをはじめとするコーディネーションチームには感謝の気持ちでいっぱいであり、決してお客様として参加しているのではなく、同じオープンソースに取り組む仲間として参加しており、
言葉で表現するのは難しいのですが、一体感のようなものがあります。このような一体感を持って世界中の人々と同じ目標に向かって取り組むことができるのは、コミュニティ主体の運営体制のオープンソースの良さだと私は思っています。そしてアレンのように仕事をリタイアした後でもコミュニティ活動に関わっていけるのも、コミュニティ主体の運営体制のオープンソースの良さなのではないかと、今回アレンを見て思いました。このようにアイデンペーレのワールドカンファレンスはいろいろな人々の善意や協力によりボランティア的に手作りで開催されているということを理解していただきたいなと思います。そして手作りであるがゆえに人と人とのつながりやぬくもりが感じられるところがアイデンペーレカンファレンスの魅力だと私自身は思っています。その魅力を動画を通して少しでも皆様にお伝えできればなと思っています。それでは。